どうも、こんにちは。ポンコツ WR です。いつもご視聴ありがとうございます。また初めての方もよろしくお願いします。今回はバリオスの続きの作業ですね。こちらをやっていこうと思います。前回ブレーキ周りが終わったので、今回はステアリングステム周りですね。ステムベアリングを作業していこうと思います。うわ、錆びてるよ。はい。このように玉っころが入ってるので、とりあえず古いグリスですね。これを拭き取っていきます。もうだいぶカピカピになってましたね。はい。綺麗にしていきます。本当はパーツクリーナーとかあんまり使いたくないんだよな。はい。で、あと新しいグリスですね。いつも使ってるグリス切らしてしまったので、ベラハンマーのテフロン系のグリスを使っていこうと思います。結構柔らかいですね。はい。で、ベアリング、上と下についてるんですけども、下側がすごいネックでして、グリスを塗ってたっぷり塗り込んで、このグリスを、接着剤代わりにしてボールをベアリングボールを組み付けていきます。でこれがポロポロ落ちるんですよね。とりあえずベアリング20個あるので、ベアリングボールをきれいにして落とさないようにくっつけていきます。はい、やべえ、字幕ミスった。ラジアルベアリングとかリテーナー付きですね。そういうタイプだとすごい楽なんですけども、はい。このボールベアリングタイプは本当苦手なんですよね。マジで嫌いです。はい。途中でボールが落っこっちゃうんですよね。で、落っこったボール、どっか行っちゃったりして探さなきゃいけなくなっちゃったりするんですよ。それがまた面倒で、はい。そのために余分で、新品は買っておきましたので、もう完全になくなっちゃったら、はい。それを使おうと思います。で、どうもなんとか20個くっつきました。あとボールが落ちないようにジャッキダウンしてはめ込んでいきます。この時ボールがずれると本当最悪ですね。はい、やり直しになっちゃうので、奇跡的にも下側が終わったので、今度は上側ですね。ここにもボールが入るので、古いグリスを拭き取っていきます。で、新しいグリスを入れていきます。真っ白になりましたね。上側は確か19個ですね。はい。ベアリングボールが入るみたいなので、くっつけていこうと思います。で、ボールのメッキも、あとレースも傷がなかったので、状態良さそうです。で、ちなみにラッキーでした。はい。で、下側は、カットしちゃってるんですけども、3回ぐらいやり直してます。はい。で、上側は簡単なので、グリスにボールを乗っけていくだけです。これは落ちたりとかしないので、はい。しない。落ちたりしないはずなんですけども、何回か落としてまして、はい。で、探すっていうのを繰り返しました。で、それもカットしてあるので、順調に、はい、組んでるようには見えるんですけども、はい。なかなか苦戦してました。とりあえず倍速で組んでいきます。はい。だいぶ苦戦しましたね、これは。はい。で、これで19個入ったかな。はい。全部のベアリング入ったので、数えていきます。個数を確認して OK そうなので、レースですね。これも汚れてるので、磨いていきます。こちらもたっぷりとグリースを塗って、組み付けていきます。好みによるんですよね。なんか少ない人もいるんですけど、僕はたっぷり塗っちゃう派なので、はい。で、ここまで来ると、もうだいぶ楽ですね。アパレス入れ終わって、ダストカバーっていうのかな。これも磨いて、はい。で、グリスたっぷり塗っておきます。一応その意味合いとしては、水分混入防止のために塗っとくんですけども、こんなに塗らなくてもよかったかもしれないです。ちょっとこれはもったっす。はい。こんなに塗らなくてもよかったかもしれないですね。はい。で、ステムナットを締め込んでいきます。最初はきつく、ウォーターポンププライヤーで締め込んでいきます。で、ステムをちょっとジャッキアップして、ステムを、はい、なじませてあげて、この後、緩めます。で、画角が悪くなっちゃって申し訳ないんですけども、ここでもう今緩めて、手でいっぱいに締めて、プライヤーで、10度ぐらいですかね。はい。締め付けておきます。好みがありますけど、サービスマニュアルと SST があれば、7.4 ニュートンで締めれますが、そんなちっちゃいトルクレンチあんのかなはい。とりあえずいいので、トップブリッジを叩き入れて、
規定トルクで締め上げていきます。44ニュートンかな。はい。サービスマニュアルを見て締めていきます。で、必ず真ん中から締めましょう。先に左右のフォーククランプを締めてしまうと、歪むことはないとは思うんですけども、あんまり良くないので、最初に真ん中ですね。で、その後左右を締めていった方がいいと思います。ちなみに左右のフォーククランプは20ニュートンでしたね。はい。右締め終わったので、左側も締めていきます。もう一個トルクレンチあったんですけども、トルクアップ OK ですね。はい。で、マジックチェックして終わりです。もう一個安いトルクレンチだったんですけど、20ニュートンに設定してカチッって言わなかったので、やめました。やっぱちゃんとしたトンチのトルクレンチで締めるようにしました。はい。で、マジックチェック OK です。はい。で、この後、ハンドルつけようと思ったんですけども、めちゃめちゃ暗くなっちゃいまして、7時ぐらいになっちゃったのかな。はい。で、だいぶ暗くなっちゃったんですよね。ステム周りはなんとか終わったんで、作業は明日かな、続きをやるかもしれないです。はい、やろうと思います。はい。あとハンドルつけて、そうだな、ハンドルつけて、そうですね、グリップ交換して、あと、スロットルワイヤー周りか、ワイヤーがなんか、ほつれてないかチェックしてくれってことだったので、アクセルワイヤー周りをチェックします。まだまだ形にはなってないんですけども、ハンドルがつけば、なんとか形にはなりそうです。あとは、エンジンですね。これも、スターターカバーの方がですね、割れてまして、はい。オイルがめっちゃ漏れてるんですよ。で、一番最初にエンジンブローしたエンジンから、はい、スターターカバーを移植して交換する予定です。はい。あとは、そのスターターカバーの方、折れたボルトが2本あるので、それもなんとかしなきゃいけないんですよね。ポンチで叩いてやすか、片方はネジ山出てるので、はい、なんとかなるとは思うんですけどね。とりあえず次回はハンドル周りですね。その後エンジン周りやって、なんとか形になってくれるといいですね。まだいろいろあります。はい。とりあえず今回は、なんだかんだそうですね、カットしちゃって結構10分以下で収まっちゃってるんですけど、相当時間かかりましたね。いやもうボールベアリング本当にやばいっす。もう落ちて拾って落ちて探しての繰り返しだったので、相当苦戦しました。あとはハンドル周りちょっとポンポンとつけて、はい、終わりになりそうなので、はい、作業を続けていきたいと思います。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。